皆さん、おはようございます。くまさんの YouTube 農業大学講師の夏木かりんです。今日も一緒に勉強していきましょう。今日は茶の湯の魅力について学んでいきます。前回、日本のお茶の歴史について勉強しました。この中で千利休が大成させた茶の湯について改めて説明するとお伝えしました。今日は日本が誇る茶の湯の歴史や魅力について2回に分けてお伝えします。皆さんは茶道を体験したことはありますか？やってみたいとは思うけど、きっかけがなくてという人も多いと思います。早速ですが、茶道がいつから始まったかご存知でしょうか？表千家、裏千家、武者小路千家のいわゆる三千家が生まれたのは江戸時代初期です。いずれの茶道ファミリーも初代は千利休です。利休の孫である千宗丹が2度の隠居を経て、表千家、裏千家、武者小路千家の基礎を作り、それぞれ自身の子供に譲りました。茶道に親しみがなくとも、千利休はご存知だと思います。商人の子として生まれ、豊臣秀吉の側近となり、茶道を大成させ、最後は秀吉に切腹を命じられた歴史的な偉人です。利休がどのように茶道を大成させたのか、時代背景から紐解いていきましょう。茶道の形成には、千利休のほか、2人の人物が大きく関わっています。まず、現れるのは、村田寿光という人物です。村田寿光は、現在の茶道において非常に重要な概念である、わび茶を始めた人物として知られています。村田寿光は、臨済宗の僧、一休宗純から禅を学びました。一休さんとして有名な人です。一休さんから禅を学んだ村田寿光は、考え方にも禅の思想が現れています。禅とは、本来の自分に立ち返るための修行のことで、臨済宗では特に座禅を用いて、悟りに達することを目指しています。ここでは、寿光が禅を学び、禅の素養が身についていた、と覚えていてください。また、村田寿光は、豪華なものを廃し、シンプルに生きたい、そうしたマインドを強く持っていました。寿光の時代、舶来品をめでながらお茶を楽しむ豪華な茶会が中心でした。こうした豪華さに対する拒否感も寿光がわび茶を始めたきっかけになりました。村田寿光の追求したのは、物を極限まで廃することで現れる美しさでした。物の不足を心の豊かさで補うことを目指しました。いわゆる不足の美というものです。足りないことを不十分と考えず、そこに想像力豊かなイメージを膨らませることで、新しいものが見えてくる。これが不足の美です。禅の世界では、不均衡であり不完全なものにこそ美が宿るとされています。禅の素養のあった寿光には、不完全なものが美しいと思う感性が自然と備わっていたのかもしれません。また、禅の修行をした寿光は、自身の心の在り方をコントロールする、そうした考えが身についていました。そのため寿光は、茶の湯についても自分自身と対峙する精神修養の場とすることを目指しました。言ってみれば寿光は、質素な茶の湯を通じて禅の修行を行っていたと言えます。実は私も数年前から茶道を続けています。最初は日本文化の理解を深めたいと思って始めたのですが、お茶室に入った時の緊張感、それにお稽古を終えた時の何とも言えないすっきりとした気持ち、これを求めて続けているように感じます。そう考えると、寿光が茶の湯に取り入れた、いえ、茶の湯の中心に据えた禅の精神は、今に生きていると言えます。寿光の功績は、茶道に禅を取り入れただけではありません。特に大きいのは、日本独自の文化に光を当てたことも、特筆すべき功績です。当時の茶会では、中国から渡来した唐物だけを良しとする風潮がありました。これに対して寿光は、日本の焼き物の持つ素朴な美しさも大切とし、新たな美意識を茶の湯の世界にもたらしました。この考え方は後に千利休にも影響を与えます。ちなみに、茶の湯という言葉は、村田寿光の生きた時代、1484年に初めて記録に登場します。茶の湯とは、今で言うと、お茶会の意味です。また、似たような言葉で、
茶道があります。茶道は茶の湯を通じて精神を修養する道のことです。ほとんど同じ意味で使われることも多いですが、茶の湯とは単に催し物としてのお茶会、一方の茶道とは禅の精神を取り入れた修練の道のことです。儒公の時代、まだ茶道という秩序だった体系化は進んでおらず、茶の湯という言葉がようやく使われ出した頃でした。さてここで村田儒公の生きた時代背景を振り返り、当時のお茶文化についてさらに理解を深めていきましょう。12世紀、臨済宗を始めた栄西が中国から天茶法を持ち帰りました。前回勉強しましたね。お茶の粉末を器に入れ、お湯を注いで飲むというお茶の飲み方です。今に続く茶道のお茶の飲み方はまさにこの天茶法です。また、栄西は中国からお茶をかき回す茶筅という道具も持ち帰りました。鎌倉時代後半の13世紀には貴族や武家社会にも喫茶の習慣が広まり、やがて社交の場として茶会が始まりました。その後、茶会はより遊興的な側面を強め、闘茶と呼ばれる遊びとして流行しました。茶歌舞伎とも呼ばれるもので、お茶を飲んでその産地を当てるゲームでした。南北朝の動乱期になると、闘茶は勢いを増し、飾り付けは豪華になり、賭け事が行われるようになりました。戦乱の不安定な時代、武士にとっては死の恐怖を忘れさせてくれる数少ない娯楽だったのかもしれません。室町時代になると、日本では文化が花開きました。北山文化と東山文化です。このうち村田儒公が生きた時代に流行した東山文化について解説します。当時第8代将軍足利義政が政権を担うことになりましたが、義政はもともと将軍として生きる覚悟はなく、政治能力も低かったようです。ついには自身の後継問題により守護大名同士の権力闘争に発展し、1467年から1477年まで京都では応仁の乱を引き起こしてしまいました。政治に飽き、争いの日々にうんざりした義政は東山の別荘に引きこもり、趣味に没頭します。そして戦火を避けて訪れた芸術家や文化人を保護し、支援しました。これが東山文化の始まりです。長年続いた戦争により、世の中には衛生気分が蔓延していました。何せ応仁の乱を通じて京都は焼け野原になり、すべての建物が焼けてしまったそうです。諦めの気分が蔓延しても不思議ではありません。こうした社会情勢に加え、東山文化をリードした足利義政も社会が嫌になり頓生していました。こうした気分が合わさり、東山文化は形作られました。東山文化は簡素さと詫びの美意識が基本となり、禅の精神が屋台骨となっています。荒廃した京都の町に生きる希望を失い、うつろな眼差しの中、人々は生きるため精神的な支えを求めました。そんな中、自己と見つめ合い、精神を安定させる禅は、当時の文化人たちが自然と求めた終着点だったのかもしれません。この東山文化の中で活躍した文化人の一人が村田儒公でした。足利義政と村田儒公との関係性は不明ですが、儒公も義政と同様、世俗から離れ隠居生活をしていました。儒公は自身の草案でお茶を立てていたと言われ、これが詫び茶の祖と言われるゆえんです。こうして振り返ってみると、鎌倉時代に天茶法や抹茶、そして茶筅が日本に導入され定着していたこと、そして応仁の乱による衛生気分が当時の時代背景として存在していました。そこに村田儒公の持っていた禅の素養、さらには当時の社会情勢から求められた禅の精神が合わさり、詫び茶は生まれたと考えられます。さらには13世紀から14世紀前半まで人気になった闘茶という豪華な飾り付けを行う前時代のお茶文化に対する強烈な反発意識も手伝ったかもしれません。そう考えると、村田儒公の始めた詫び茶は日本のお茶文化に対し、物質的で外面的な側面を強調する文化から、より精神的で内面を強調する文化に大きくシフトしたと言えます。その後、
竹の女王から千利休に至る茶道の成立を見ても、名物と言われる高価な茶道具に注目が集まる一方、権力や立場を捨て、己の内面に向き合う精神修養の場として茶道が定着していくことになります。さて、村田寿光の後継者として現れるのは、竹の女王という人です。寿光が亡くなったちょうど同じ年、1502年に生まれました。女王は村田寿光の孫弟子にあたります。寿光が見出したわび茶をさらに洗練させた人、それが竹の女王です。女王は非常に教養の高い人でした。当時最高の文化人であった三条西実隆にレンガや和歌を学びました。女王は村田寿光の創始したわび茶を受け継ぎ、わび茶にさらなる精神性を取り入れ、道にまで昇華させました。女王により、茶の湯は場所や道具よりも精神性がさらに重視されるようになりました。単なる遊興や儀式、作法でしかなかった茶の湯が、わびという精神を持った道にまで引き上げられました。言ってみれば、世捨て人である村田寿光が始めたわび茶を洗練し、教養を持って体系立て、茶道という精神世界にまで引き上げた、これが竹の女王です。そしてお待ちかね、竹の女王の弟子として登場し、茶道を完成させたのが、天才、千利休です。ただ、今回はここまでにしたいと思います。次回、千利休が完成させた茶道、そして利休がこだわった美意識について見ていきます。本日のまとめに変えて、私の好きな本の一つである、アレックス・カーさんの書かれた、美しき日本の残像から一節を紹介したいと思います。あの50年間の東山という不思議な時代に始まったものは、現代の日本文化の基盤となっています。言い過ぎかもしれませんが、日本のきらびやかな文化だけでは、外国人は日本に学ぶものはそれほどないと思います。あの50年間の無との遭遇によって、日本に独特の層の文化が生まれ、茶の湯、枯山水の庭園などは、世界に対して計り知れない大きな影響を与えているのです。東洋文化研究者のアレックス・カーさん。彼は応仁の乱によって生まれた後輩により、それ以前、すでに日本人に浸透していた禅宗の教えである虚無を、日本人は実体験として知ることになったと指摘しています。そしてこれにより、日本に独特な文化である東山文化が形成され、日本文化の基盤となり、さらには世界に大きな影響を与えたとしています。私もアメリカに生活する中で、禅やわびさび、枯山水が多くの著名人や文化人に影響を与えていることを実感しています。豪華絢爛な北山文化と安土桃山時代に挟まれた質素で定観に満ちた無の時代、これが日本文化の基本となり、今に生きている。私たちが時々憧れる質素で、けれども精神的に満ち足りた生活。これは村田寿光の生きた東山の時代に遡ることができるのですね。日本文化のルーツの一端を見た、そんな気がします。ということで、今回もお疲れ様でした。次回もまたお会いしましょう。それでは、また。